皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さんこちらのレイアウトご覧ください。はい、いかがでしょうか。何ですか、苔まみれって。いやいや、皆さんこれあえてですから。いや、ちょっと待ってください。皆さんここで動画閉じないでください。いや、ふざけてるわけではありません。いや、ふざけてるんかな。いや、ちょっと待ってくださいね、皆さん。違うんです。はい。いや、違うんですから入るやつのね、言葉で大体信用ならないんですけど、皆さん違うんです。これね、皆さん、あえてなんですよ。はい。っていうね、話を今回したいんです。私のね、この90センチレイアウト水槽なんですが、ご覧の通りですね、めちゃくちゃ青緑を発生しております。はい。で、まあ、これ、陰性水草中心でですね、アヌビアスであったりとか、ブセ、そしてボルビティスを配置をしているようなレイアウトになりまして、これね、私、しばらく調子良かったんですが、気づいたらね、こんな感じになってるんですよ。で、なんでこうなってるかのまず現状ね、お話をさせていただきますと、私2週間の出張というね、経験も本当に残酷な経験をいたしまして、で、2週間経って帰ってきたら、割とね、青ミドロが、繁殖してたんですよね。はい。で、まあ、その2週間空けたのが原因っていうよりも、多分ね、水替えです。それより以前に、やっぱりかなり水替えして出張行っちゃったので、それでね、水質悪化っていうのが、まあ、見られたんじゃないかなっていうことと、あとこのアクリル面につく苔ですよね。まあ、これもですね、結構多く目立ってきてます。まあ、なんといっても、ただこの青緑。まあ本当にこれおなじみのメンバーになりましたよね。もう私のレイアウトといったら大体この青緑がね、まあどこからともなく入ってくると、まあ全然招き入れた記憶ないんですけどね。まあなんか知らんけどいつの間にか入ってくるこの青緑さん。で、これ私原因なんですけど分かってます。で、それがこれです。ボルビティス・ヒュリロティが枯れております。はい、これがですね、原因です。大体ですね、この青緑が発生するっていうのが、この枯れた水草が、これ、老廃物となってですね、それが青緑の発生原因の、まあ、私今までの経験では、まあ、最大の理由かなと思っています。で、あとはですね、この水草に、まあ、こんな風に緑のこれ苔ですかね、まあ、ついていて、なかなかこれも光合成をするような、阻害原因、になっているのかなと思います。で、それで、水草が調子を悪くなっていって、まあ、枯れていってしまうと。まあ、そんなサイクルで青ビドロが発生しているっていうのが、今私の中でね、まあ、分かっている原因なんです。で、この緑の苔はですね、他にもついておりまして、これアヌビアスですね。アヌビアスにも、結構この緑色のこれ苔なんですかね。ちょっとこれ私あんまり詳しくなくて、なんかこの葉っぱにね、緑のこう、ぬぺっとしたなんかこう、ついてるじゃないですか。はい。で、あとは、この辺ですね。これクリプトコリネですね。はい。クリプトコリネにもこんな感じで緑の、なんかつぶつぶのね、なんていうかこう汚らしいこの緑、ついてるんですよね。これおそらく青緑、いや、青緑じゃないかな。ちょっとわかんないんですよね。もし詳しい方いらっしゃったら教えてください。はい。ということで、まあ、こんな感じでね、もうめちゃくちゃ青緑出てるんですけど、いや、これ皆さんね、見てどう思われますか？まあ、どう思われるかって聞いたら、いや、ちょっと困るかもしれないんですが、いやー、綺麗くないですか？私の目腐ってる？でも私の目が腐ってるんかもしれないですけど、これ青緑で、ちょっとこれ改めて見ると、綺麗ですよね。そんなことないかな？ちょっと、わからん。皆さんどうですか？青緑、綺麗じゃないですか？うん。いやもう私、アクアリウム始めて結構、まあね、そんなね、ベテランまでは全然いかないんですよ。まあ、全然いかないですけど、まあ初心者はね、出してるところかなと思います。で、これまで青緑ね、たくさん出てきました。で、その青緑出たらもうほんまにね、親の敵のごとく、エビさんね、入れて、はい、もう時には大量のエビですよ。はい、大量のヤマトヌマエビ入れて、駆逐しにかかるっていうのをね、もうずっと私やってました、この4年以上。いや、ただ、いや、そんなね、憎き、敵、青緑、いや、こんだけ付き合ってくるとね、なんかね、
愛着湧いてきてる自分がいるっていうね。なんか昨日の敵は今日の友みたいな。なんやろ、なんかそういう感覚、いや、これわかるんかな、どうなんやろ、ちょっとね、同じ気持ちの方いらっしゃったら、ぜひコメント欲しいんですけど、今、ちょっととりあえずね、今、掃除してまして、アクリル面についた苔をこそぎ落としたところです。で、若干こうね、水が、苔がこう舞ってるのか、濁ってるんですけど、まあ、一応ね、低床の掃除もしながら、これ日頃のメンテナンスです。はい、1週間に1回は私必ずこういう風にしております。で、掃除なんですが、まあ、こんな感じで低床をね、はい、しっかりこう糞を取るという形で掃除をしておりまして、でこれ低床に巻いているのが溶岩石ですね。ですのでソイルではないので、本当にガシガシと、はい、こんな感じで低床に溜まったね糞とかを吸い出していつもきれいにしております。で2週間の出張行く前に多分ね水変えすぎたんですよね。まあ、これがねあんまり良くなかったんかなと。でこのコンゴテトラさんとか入れたのは原因ではなくて、それより前にね、結構この青緑とか苔はかなり発生しておりましたので、このコンゴテトラさん入れたのが直接の原因では全然これはないんですけど、はい、ただまあやっぱりこれだけね生態入れて餌もたくさん今与えてますので、さらにね水質悪化っていうのは、起こる可能性はね、まあ、あるかなとは思っていますので、しっかりこの辺は低床の掃除っていうのは欠かさず、はい、やるようにはしています。でまあ苔の原因になっているのが、先ほど語らせていただいたこのボルビティスがもうめちゃくちゃね枯れ込んできてるんですよね。でまあこの原因がおそらく水質悪化だとは思うんですけど、まあこれねもしかしたらワンチャンですよ。はい、ワンチャン、ライトをですねコスモから生き物電球、はい、京セラさんから出たセラフィック生き物電球ってやつに、片方交換してるんですよね。で、それがもしかしたらですよ、これワンチャンわかんないです。はい。こういう影響を与えている可能性っていうのは、まあこれなきにしもあらずです。はい。変えてからね、ちょっと調子悪くなってるっていうのは正直あるんで、これただ皆さん分かりません。この1個の水槽でしかまだ検証できてないので、はい。いや、めっちゃ高いライトなんでね。で、これちょっと分かんないので、まあ、ちょっとこれはね、まあ、なんとも言えません。まあ、光量がね、結構強いライト、まあ、高さも割と高めにしてるので、まあ、あんまりこれね、原因じゃないかなとは思ってるんですけど、はい。で、一応ですね、CO2 とかもこれ全然展開今までしてなかったので、まあ、一旦ね、光合成を促したいって意味でも CO2 を入れております。はい。めっちゃ久しぶりにね、私、化学式 CO2 のシルボン開けてね、掃除もして、ちょっと久しぶりに今、点火してるんですけど、まあ、オーバーフロー水槽っていうこともあるので、まあ、この点火がね、果たしてどれだけ意味があるのかっていうと、まあ、ちょっとその辺もね、疑問ではあるかなと思います。はい。まあ、ただね、一応まあ、CO2 点火してしばらく見てみるとですね、一応新芽がね、はい、展開してたりっていうのはありますので、まあ、ちょっと調子はね、水草さん取り戻しつつあるかなと思いますので、CO2 点火はこのままキープをね、していこうかなとは思っています。はい。で、本題のね、青みどろさんなんですけど、これ冒頭であえてですというふうに、語らせていただいたんですが、青みどろね、まあやっぱり結構私的にはね、まあ正直これ綺麗っていうか、このレイアウトね、割と青みどろ合ってるなっていうのが、いや、ちょっとこれ、ちょっと待って、言い訳いや、私壮大な言い訳考えてる今、その可能性もね、あるんですけど、なんかこの青みどろがこのねライトアップされてこのもやがかかってるような感じで、このレイアウト自体がこのなんかこう流木のね、なんかちょっとこうお化け感のある、モンスター感のある流木にで陰性水草ばっかりでちょっとね暗い雰囲気あるんですよね。でそんな中この青みどろがなんかその暗いね、なんていうんやろ、こう雲海みたいな、なんかこうもやがかかってるみたいなね、そういう演出効果がね、まあ、あるっていう風に、いや、私今言い聞かせておりましてまあ、なんかね、こう、幻想的な雰囲気っていうのも感じられませんか、まあ、若干ね。で、まあ、なんかこれ、バックライトとかでもしかしたらこう、オレンジの光とか当てたら、なんかこう、夕焼けみたいな感じでね、めっちゃ綺麗なんちゃうかなとか思ったりとか、まあ、はい、自分をね、まあ、いえ、
自分を、いや違う違う。これあえてですからね。はい。で、まああとはですね、この青ミドロってやっぱり水中のね、まあこう栄養素とか、まあ、若干こう豊富になりすぎているところを、この青ミドロがこう、まあ、逆に増えてというか、まあ、それを吸収してね、増えていってるっていうことだと思いますので、だからそういう意味でも水質のね、まあ、ある意味ですよ、これ皆さん。浄化する作用っていうのは苔にはあるんですよ。まあだからね、こう目障りだって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ私的にはね、もう私個人ですよ。私個人的には、ちょっとこう見た目も綺麗やし、しばらく置いとこうかなと、今ちょっと現状思ってます。はい。で、まあこれがね、これ以上もっともっとこう増えてきて、で、今後テトラさんとかこの生態がね、泳ぐスペースがなくなってくると、これはちょっとね、良くないので、はい。まあそうなってきたら、こう除去したり、まあ、一部だけ取ったりっていうのは考えてはいるんですけど、もうちょっとしばらくね、このままあえてこのレイアウトにね、行きたいだと、しばらくは思ってます。はい、でもあとはこのガラルファさんね、これ苔取りとして、ちょっと期待できるかなと思って、まあ前にね、購入して入れてるんですけど、この苔取りとしての能力はね、正直ほとんどないですね。はい。なんかこの青緑をこうガジガジと、なんかこう、噛んでるんかちょっとわかんないんですけど、こう絡まりに行ったりしてるじゃないですか。これ全然皆さん大丈夫です。はい。ちゃんと抜けるんで、なんかこう、青緑でね、こう遊んでるような雰囲気っていうのは結構可愛らしいんですよね。ただまあ、この青緑を食べる能力っていうのは正直ね、こうほぼないですね。まあでもなんかこのガラルファさんも楽しそうですしねまあ生態にとってなんかこう大きな今デメリットというかこう害があるかっていうとね、まああんまりないと思いますので、ちょっとしばらくこれ残して、もうちょっと様子見をね、レイアウトの一部としてね、ちょっとしばらく楽しんでみようかなと思ってます。はい、あえてね。なんかもうこのあえてってどう皆さん結構便利な言葉じゃないですかね。まあこう日常生活でもね、例えばこう鼻くそついててね、どうした鼻くそついてんねんって言われて、いやあえてですってね。ちょっと違うか。ちょっと使い方全然間違ってるかもしれませんが、ね、なんかこう、あえてって言ったらなんかいけちゃうみたいな、ワンチャンいけるみたいな、そんなんね、あるじゃないですか。ちょっと苦しいか。ちょっと苦しいですかね。まあでもね、例えば黒ひげゴケとか、卵巣、まあこれコケじゃないですけど、まあ金ですけどね、卵巣とか、まあ匂いするじゃないですか。まあそんなんと比べると、この青緑ってこう、なんとなくね、ちょっとこう可愛らしい、なんかこう綿菓子みたいな感じあるじゃないですか。こう細いね、線がこう、絡まってるようなね、ちょっとこう可愛らしい雰囲気っていうのが、まあ、なんかこう、あると思いませんいや、これ私だけかな。ちょっとほんまにこれ、皆さんの反応がめっちゃ心配。うん。お前ちょっとそんな青緑出てるのを、なんかあえてとか言って言い訳にすんなよみたいにね、ちょっと怒られへんかなって、私、心配になってきましたけど、皆さん怒らんといてね。怒らんといてくださいね、ほんまに。はい。まあ、ということで、今回はですね、この青緑の、生えたこの90センチ水槽のレイアウト、あえてこのレイアウトっていう風にね、名付けて、ごまかそうという回でした。はい。もうごまかそう言うてもうてるけどね。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、青緑意外と好きやでっていう方ね、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。